皆さん、こんにちは。今日の話題は伝説の都市アトランティスです。さあ、一緒にその謎を見てみましょ2300年前、古代ギリシャの哲学者プラトンが語った神話の物語から始まります。アトランティスは現在でも科学者や探検家の間で議論が続く謎の存在です。その起源や場所、一夜にして消えた理由について数多くの仮説が登場しています。アトランティスは高貴な神々の住処だったという説もあれば、古代の宇宙人が避難していた場所だったという主張もあります。何千年もの間、人々は海の深みに沈んだ宝物のようにこの都市を探し続けてきました。では、私たちは何を見つけたのでしょうか。アトランティスの真実が明かされるのはいつになるのでしょうか。私たちはただ絶望的な謎を追いかけているだけなのでしょうか。アトランティス伝説について知るべきこと、知りたいこと、知らなければならないことのすべてを今日の動画でお伝えします。アトランティス伝説、1000年にわたって隠されてきた神秘。アトランティス大陸はかつて偉大で強大な国家であり、古代世界を支配する勢力でした。しかし、突然の大災害によって滅び、その存在は2000年以上にわたり、人々の想像力をかきたててきました。アトランティスの物語の起源は、紀元前360年頃のギリシャの哲学者、プラトンにまで遡ります。具体的には、プラトンの対話編、ティマイオスとクリティアスの中で、アトランティスが言及されています。この対話編では、プラトンがティマイオスとクリティアス、そして偉大な哲学者ソクラテスの間の議論を描いています。その中でアトランティスは中心的な話題として語られています。プラトンによれば、アトランティスは彼の時代よりおよそ9000年前に存在した広大な島でした。アトランティスはギリシャ神話の海の神ポセイドンによって守られていたと言われています。プラトンのクリティアスにおける記述では、アトランティスはリビアと小アジア、現在のトルコを合わせたよりも大きく、ヘラクレスの柱の向こう側、すなわち大西洋に位置していたとされています。これは現在のジブラルタル海峡を指しています。その地域は理想的な気候と地理条件に恵まれ、アトランティスは非常に高度な文明を築き上げました。この都市の軍事力は、特に海軍戦において驚異的な強さを誇っていました。彼らは勢力を拡大し、広大な領土を征服しました。アフリカではアトランティスの軍隊はエジプトにまで進軍しました。ヨーロッパでは現代のイタリア中部にあたるティレニア地方までをも征服しました。巨大な規模と繁栄を誇ったアトランティスでしたが、その最後は突然で悲劇的なものでした。紀元前9州1096年のある夜、壊滅的な地震とともに大洪水が発生し、島全体は海の底へと沈み、永遠に姿を消しました。巨大な帝国が突然崩壊し、消滅するという話は、まるで空想のようにも思えます。プラトンの記述は創作であり、アトランティスは彼の想像上の存在だと主張する人も少なくありません。実際、プラトンが描いた島の最後は、神話的な要素に満ちています。彼は、人間の傲慢さに怒った神々が、島を海に沈め、住民を滅ぼしたと語っています。一部の説では、プラトンは、アトランティスを理想的な文明モデルとして創作したとされています。おそらく、人間の堕落や神への反抗に対する警告として描かれたのでしょう。神を軽んじる者は、神の罰を受けることになると、彼は警告しました。現在に至るまで、プラトンの著作以外でアトランティスの存在を裏付ける正式な歴史記録は存在しません。それでも何千年もの間、人々はこの半分現実、半分神話のような物語に魅了され続けています。そして今もなお、アトランティスの実在を証明しようとする探求は続いています。アトランティスがプラトンの創作ではなく実在した歴史上の場所であるという考えが登場したのは19世紀後半になってからです。1882年の著書
アトランティス、大洪水以前の世界で、作家、イグナティウス・ドネリーはかつて高度な文明が存在していたと主張しました。彼は金属加工や言語、農業などの古代の成果を受け継ぐためには、そのような文明が必要だったと信じていました。初期の人類だけでは、これほど洗練された技術を発展させることは不可能だったと彼は考えました。ドネリーは、1万年以上前の大西洋は現在ほど深くなかったと想像しました。そして海面上昇によって沈んだ大陸が存在し、それはまさにプラトンがアトランティスの場所として示した場所にあると述べました。それはヘラクレスの柱、すなわちジブラルタル海峡の入り口にある2つの岩山の向こう側にあったのです。近代の海洋学やプレートテクトニクスによってこの説の欠陥が明らかになった後でも、それを信じ続ける人々がいました。おそらくそれは、アトランティスが大西洋の中央にあったというプラトンの主張と一致していたからでしょう。ドネリーに影響を受けた多くの作家たちは、彼の理論をもとに、アトランティスの場所に関する自らの推測を加えて発展させました。その一人が、長常現象の謎を扱った著書で知られる、チャールズ・バーリッツです。1970年代、バーリッツは、アトランティスがバハマ沖に存在した実在の大陸であり、悪名高いバミューダトライアングルによって沈んだと主張しました。つまり、アトランティスは、この謎めいた海域で消えた飛行機や船と同じように飲み込まれたというのです。この説を支持する人々は、ビミニ沖で発見された壁のような構造物や人工の道路に似たものを根拠に挙げました。しかし、その後、科学者たちがこれらの構造を調査し、海岸浸食によってできた自然の岩の形成に過ぎないと結論付けました。別の説では、アトランティスは現在の南極の氷の下に埋もれているとされています。この仮説は、1958年の著書、地殻が動く地球を書いたチャールズ・ハップグッド教授の研究に基づいています。ハップグッドによれば、約1万2000年前に地球の地殻が移動したといいます。温暖だった大陸が南へと押しやられ、現在の南極になったのです。今日、その大陸にはかつて高度な文明が存在していたと考えられています。しかし、気候が急激に寒冷化したことで、アトランティス人とその壮麗な都市は氷の層の下に埋もれてしまったのです。ハップグッドの理論は、科学界がプレートテクトニクスを十分に理解する前に提唱されました。そのため、彼の地殻移動説は、後に根拠がないとして否定されました。最近の仮説では、アトランティスは約4000年前にクレタ島やテーラ島で栄えた高度な文明と関連付けられています。この文明は伝説の王ミノスにちなんでミノア文明と呼ばれ、ヨーロッパ初の偉大な文明とされています。ミノア人は壮麗な宮殿や舗装された道路を築きました。さらに彼らはヨーロッパで最初に文字を発展させた民族でもあります。しかし最盛期にあったミノア文明は突如として歴史から姿を消しました。この謎こそが偉大な文明の滅亡がプラトンの失われた大陸アトランティスと関係しているのではないかという憶測を呼び起こしているのです。歴史家たちは紀元前1600年頃に火山島テーラを大地震が襲ったと考えています。その地震により大規模な噴火が発生し、1000万トンもの岩石、灰、ガスが大気中に放出されました。その噴火によって引き起こされた巨大津波は、ミノア文明の都市を地域全体で壊滅させるほどの力がありました。その後、弱体化したミノア人は、ギリシャ本土からの軍勢によって侵略されました。アトランティス王国についてのプラトンの記述は、ほとんどが創作であるということです。この主張によれば、プラトンは理想的な文明像を語る寓話として、アトランティスの物語を創作したのです。そして、その滅亡は、神々が人間の傲慢さを罰するという教訓的な話として描かれました。プラトンの対話編以外に、アトランティスを言及した歴史文書は存在せず、
古代ギリシャの他の文献にも一切登場しません。さらに、海洋学や深海地図の技術が大きく進歩したにもかかわらず、そのような文明の決定的な証拠は今のところ一切見つかっていません。現実に戻ると、アトランティスの議論に終止符を打つ方法はただ一つ。一つは海に潜ってその痕跡を探すこと。もう一つは海を干上がらせて伝説の都市を浮かび上がらせることです。つまり理論と考古学の両面からの証拠が必要なのです。現代の科学によって人類はアトランティス伝説や世界の海底に眠る他の沈没都市の証拠を次々と発見しつつあります。それではそんな場所の一つへ旅に出ましょう。日本の海に浮かぶ遠く離れた場所です。与那国島の潮が引くとき、巨大で特異な構造物がその姿を表します。これは高度な文明によって築かれた古代の記念碑なのでしょうか。それとも長い年月をかけて形成された自然の地形に過ぎないのでしょうか。しかし、アトランティスの謎はこれだけにとどまりません。次に、日本の海に眠る驚くべき発見について見ていきましょう。与那国島は東シナ海に位置しています。この地域は強い海流と台風が襲う荒波の季節になると非常に危険です。それでも決意に満ちたダイバーたちを阻むことはできませんでした。この男性はこの地域で最も先駆的で勇敢なダイバーの一人です。彼の名前は新笠喜八郎、荒竹喜はチルです。1986年、荒竹氏はサメの回遊を観察するための理想的な場所を探してダイビングしていました。しかし、観察地点ではなく、世界を驚かせる巨大な発見をしてしまったのです。それは、古代の階段状テラスに似た巨大な岩の構造群で構成された海底遺跡でした。その場所はなんと、サッカー場5面分にも及ぶ広さがありました。滑らかな石の壁が海底から立ち上がり、8階建てのビルに匹敵する高さでした。巧妙に配置された階段が基部から立ち上がり、複数の方向へと伸びていたのです。幾何学的な構造は驚くほど正確に切り出されていました。これが人間の手を介さずに自然に形成されたとはとても考えられません。では、これは一体何なのでしょうか。これは伝説の大陸アトランティスの新たな証拠なのでしょうか。ここから何が明らかになるのでしょう。失われた都市、古代のピラミッド、それとも隠された財宝が眠っているのでしょうか。先ほど述べたように、この海域は極めて危険であり、深海潜水や本格的な調査は非常にリスクの高い試みとなります。それを本格的に調査する唯一の方法は、高度な 3D スキャン技術を使って、この地域を測量、マッピングすることです。最先端のテクノロジーのおかげで、私たちは仮想的に海を排水し、海の底に広がる詳細な姿を描き出すことができました。これこそが海が隠していたものです。壮大で荘厳で息を飲むような光景、まさにそう表現するしかありません。この驚くべき発見は世界中の注目を集めました。ダイバー、ジャーナリスト、歴史家、考古学者たちがこぞって与那国へ足を運びました。彼ら全員が抱く疑問は一つ。これは一体何なのか。この遺跡に魅了された一人が日本を代表する海洋地質学者木村正明教授でした。1996年、彼はこの地域の調査を開始しました。数年にわたる研究の末、彼はこの構造物が約1万2000年前の地震で水没した高度な古代文明の都市の遺構であると結論付けました。木村教授は当初この構造物は自然のものだと考えていましたが、自ら潜って観察した瞬間にその考えが変わりました。岩にはノミの跡があり、石板には刻印があり、様々な動物の彫刻も確認されたのです。与那国島の南部での発見に加えて、島の西側でも重要な発見がなされました。1990年、ダイバーたちは
石のブロックでできた巨大なピラミッド状の構造物を発見しました。そのピラミッドは幅183メートル、高さ 27.43 メートルに及びます。長方形の石板で構成され、5層構造になっています。さらに、近くには小型のピラミッドに似た構造物もいくつか見つかりました。それらは層状の石でできており、幅約10メートル、高さ約2メートルの構造です。しかし、それだけではありませんでした。さらに調査が進むと、主要な構造物を取り囲む道路のようなものまで発見されたのです。その後も、長い道路や壮大な通り、巨大な階段、そして精密に彫られた巨大な石材など、さらなる構造物が次々と明らかになりました。それらすべてがこれまでに見たことのないような統一された建築複合体を形成していたのです。明らかにこれらは先史時代の都市の比較的良好な遺構でした。石の記念碑や高い柱に囲まれた洞窟のような構造など、他の建造物も考古学者たちを驚嘆させました。巨大な石の頭部の近くでは、象形文字のような刻印も発見されました。これにより、これらの海底遺跡を築いたのは、高度な文明に属する人々だったと考えられています。さらに驚くべきことに、この周辺地域では、石灰岩の痕跡が一切見つかっていません。これは、この構造物が、かつては海面より上にあったことを示唆しています。現在に至るまで、古代の日本文明にこれほどの構造物を築く技術があったという証拠は見つかっていません。言い換えれば、はるかに古い先史時代の誰かがこれを築いたに違いないのです。そして、巨大な土地が地質的な大災害によって沈んだとき、この壮大だが未完成の記念碑も共に海に飲み込まれたのです。放射性炭素年代測定によると、この構造物は紀元前8000年から1万年の間に作られた可能性があります。発見から数十年が経過した今でも、どの文明がこれを築いたのか特定されていません。もしこれが本当に人工の構造物であれば、一体誰が何のために築いたのでしょうか。太平洋の中央に文明が存在したという記録は残されていません。もし存在したとすれば、それは伝説のアトランティスに他ならないでしょう。与那国の構造物が持つ壮麗さと精巧さを考えると、この場所こそが海の底に眠る失われたアトランティスである可能性は否定できません。しかし、このような海底遺跡は日本に限らず世界中の海や大陸でも発見されています。与那国が本当にアトランティスなのか？それを断言できる者はいません。しかし、アトランティスのような失われた都市の考古学的証拠は、今も世界の様々な場所で発見され続けているのです。しかし、手がかりは与那国島だけではありません。次はエジプトの海底都市ヘラクレヨンです。1999年、フランス人考古学者によって、アトランティスの遺構とされる謎の都市が発見されました。それは、トニスと呼ばれ、海の底に埋もれた忘れ去られた都市です。ギリシャ人はこの都市をヘラクレイオンと呼び、英雄ヘラクレスにちなんで名付けました。伝説によれば、この都市の神殿において、新たなファラオは、アメン神の神聖な力を授かり、エジプトを統治する正当性を得たと言われています。その富と重要性にもかかわらず、この都市もまた、海に沈むという悲劇的な運命から逃れることはできませんでした。大洪水は実在したと考えられています。そしてそれにより、ヘレニズム時代の紀元前2世紀、アレクサンドロス大王によるエジプト征服の後、この都市は地中海に沈んだとされています。海底都市とニスの発見により、科学者たちは数々の貴重な遺物を明らかにしました。そこには広大な住宅地、神殿、巨大な公共建造物、巨大な像、金の壺、硬貨、精巧な宝飾品などが存在していました。つまり、かつて栄えた高度文明の痕跡が無数に残されていたのです。それだけではなく、古代エジプトのバリス線も発見されました。これは、紀元前5世紀にエジプトを訪れた
ギリシャの哲学者、歴史家ヘロドトスが記述した大型の貨物船です。ヘロドトスはその著書の中で、これらのエジプト船を詳しく描写しており、これは古代世界における最初期の歴史記録の一つとされています。しかし、これまでそれらの船の実物が発見されたことがなかったため、多くの人はそれを単なる伝説だと考えていました。ヘロドトスの記述が真実であったことを証明するまでには、実に2500年の歳月がかかりました。ヘラクレイオンの沈没都市で発見されたバリス船は、全長28メートル。当時としては非常に巨大な船でした。専門家は、この船の設計がナイル川での航行に理想的であったと強調しています。古代の難破船の中からダイバーたちは宗教儀式に使われたとされる聖なる壺を発見しました。このような壺はエジプト全土に描かれていますが、実物の発見は非常に稀です。実際、この時代のものとして発見された聖なる壺は、これが唯一の例なのです。専門家たちは、この壺がオシリス神の復活を祈る儀式に使われた可能性があると考えています。さらに、驚くべき発見として、2メートルを超える黒い花崗岩の石碑があり、無数のヒエログリフが刻まれていました。これは、かの有名なロゼッタストーンよりも古いものです。この発見により、学者たちは古代エジプトのヒエログリフの解読と翻訳をさらに進めることができました。エラクレイオンでのすべての発見は、この都市が単なる商業の中心地であるだけでなく、政治的、宗教的にも極めて重要であったことを示しています。巨大な石碑には数多くのシンボルが刻まれており、ファラオが自らの統治を正当化するために行うべき王朝儀礼の詳細が記されています。新たなファラオは必ずこの神殿に入り、最高神から神聖な権威を授けられる必要がありました。この都市は他に類を見ない聖なる宗教施設を有する非常に重要な場所だったのです。エラクレイオンで明らかになった霊的な力と神聖な意義を考えると、ここもまた伝説の大陸アトランティスの存在を裏付ける強力な証拠の一つと言えるのではないでしょうか。2022年4月末、考古学者と科学者たちはアトランティスへと通じるとされる黄色いレンガの道の発見に再び心を震わせました。ハワイ北部の深海嶺を調査していた科学者チームは奇妙な水中の道を発見し驚愕しました。最近の探査中、研究チームは偶然にも明確な長方形のブロックで構成された黄金のレンガの道のようなものに出くわしたのです。それはまるで人間の手によって作られたかのように見えました。アトランティス神話を信じる人々によれば、この新たに発見された道は失われた都市への道筋かもしれません。あまりの異様さに、ある探検家はまるで珍しい黄金のレンガの道のようだと叫びました。これこそが伝説のアトランティスへと続く道なのでしょうか。記録によれば、アトランティスの中心には巨大な港湾の壁があり、壮大な柱が主要な入り口へと導いていたとされています。そこにはポセイドン神に捧げられた神殿とアトランティス人が生活し繁栄した円形の大地が広がっていたのです。確かに海底で乾いたレンガ模様の亀裂が発見されるとは実に驚くべきことです。この黄金のレンガの道はおそらく火山性の岩層であり、古代の水中火山活動の優れた例と考えられています。人工的に作られたかのように見える長方形の亀裂は、実際には繰り返される火山噴火によって生じた加熱と冷却の熱応力の結果である可能性があります。しかしながら、これはあくまで一部の研究者による解釈に過ぎません。最終的な説明には、さらなる時間と調査が必要となるでしょう。実際、もしあなたがアトランティスやその神話に情熱を持っているなら、もう一つの失われた文明、レムリアをご存知かもしれません。神話によれば、レムリア人はおよそ身長3メートルだったとされています。彼らの肌の色は季節によって
緑から青へと変化したそうです。顔の特徴としては、大きな目を持ち、まぶたの上下がエレベーターのドアのように開閉したと言われています。特に驚くべき点は、レムリア人は肺で呼吸せず、皮膚呼吸をしていたということです。レムリアという言葉が最初に登場したのは、1864年、イギリスの地質学者、フィリップ・ラトリー・スクレーターの著書、マダガスカルで収集された哺乳類と鳥類についてにおいてです。この科学者は、現在のマダガスカルとインドがかつて存在していたレムリア大陸の名残であると主張しました。さらに、一部の古代記録によれば、マヤ人は自らをアトランティス人、古代エジプト人、そして謎の青い肌を持つ種族の子孫であると信じていたそうです。この説は後に、かつて高度な青色人種の文明が栄えた水没大陸、レムリアに関する多くの憶測へとつながりました。一部の説では、レムリアは紀元前14世紀に、その文明と繁栄の頂点に達したとされています。また、別の説では、レムリアは独自の言語を持つ高度な国家であり、7万8000年前から2万年前の間に栄えていたと主張されています。レムリアは人類史上最古の文明が誕生した地であると考えられています。現在に至るまで、レムリアの存在や場所について、科学者たちの意見は分かれており、中には完全に否定する者もいます。しかし、レムリアは南北に8000キロ、東西に5000キロにも及ぶ広大な大陸だったという説も存在します。この説によれば、レムリアはインドからオーストラリア本土にまで広がっていたことになります。レムリアの存在を支持する証拠の一つとして、異なる大陸の最南端地域にしか存在しない同一種の植物や動物が挙げられます。これは、かつてそれらの大陸が地続きであり、レムリアと呼ばれる陸橋が存在していたことを示唆しているのかもしれません。では、レムリア人とはどのような存在だったのでしょうか。伝説の通り、身長3メートルで青緑色の肌を持っていたのでしょうか。レムリア人の考古学的証拠は発見されていませんが、古代文献から彼らの文化や社会を推測する研究者もいます。レムリア人は高度に発達した文明を持ち、透明なドーム状の屋根を持つ家に住んでいたと信じられています。さらに、彼らは太陽エネルギー、超音波、そしてクリスタルエネルギーを利用する能力を持っていたと言われています。自然と調和して暮らし、そのバランスを深く尊重していたとされています。一部の科学者は、かつてのレムリア人の人口が約6500万人に達していたと推定しています。彼らは宇宙の法則について21年間学び、28歳でようやく一人前とみなされたそうです。また、特筆すべき伝統として結婚前の試練があり、恋人たちは自然との深い絆を反映する困難な試験を通じて愛を証明しなければなりませんでした。彼らはすべての衣服を脱ぎ捨てて、自然の中で生き延びることで、神々に自らの勇気を証明しなければなりませんでした。自然の素材で衣類を織り、食料を探し、避難所を作ることが求められたのです。28日間の試練の中で、争いなく調和を保ち続けたカップルは、結婚にふさわしいとされ、その勇気を称えられました。レムリア人の存在を証明する確かな証拠はありませんが、今でも存在していると信じる人もいます。一部の神秘的な理論では、レムリア人は地中深くに住み、時が来たら再び姿を現すとされています。しかし、もし彼らが実在した高度な文明を築いていたのなら、なぜ突然姿を消してしまったのでしょうか。最盛期を迎えた後、レムリア文明は跡形もなく消え去ったのです。レムリアはアトランティスと並んで存在していたとされ、両文明は交流していたと言われています。二つの文明は互いに接触し、影響を与え合っていたと伝えられています。しかし、アトランティスで行われた科学実験が両文明の滅亡を引き起こしたと考えられています。あるいは、約2万6000年前に起きた地球の極移動によって発生した大地震により、
レムリアが滅んだという説もあります。この極移動によって地軸が変化し、大洪水が発生して、レムリア文明全体が現在のインド洋に沈んだとされます。それはアトランティスと同様の運命でした。この説によれば、レムリアは約5万2000年間にわたって栄えた後、ついに海の底に沈んだとされています。今日に至るまで、レムリアについての情報は限られており、その歴史には多くの矛盾した説が存在しています。しかし、科学的な発見により、この失われた大陸の存在を示唆する証拠が徐々に明らかになりつつあります。アトランティスであれ、レムリアであれ、私はこれらの物語が私たちよりもはるかに高度な古代人類の存在を示していると強く信じています。彼らが住んでいた土地はまさに誰もが夢見るような楽園だったのかもしれません。これらの伝説的な大陸の消失は洪水が原因ではなかったのかもしれません。もしかするとそれは神秘的な存在たちによって計画された大移動だったのかもしれません。この謎は時代を超えて語り継がれていくことでしょう。本日の動画は以上となります。皆さんの好奇心の刺激できたら幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。